僕は君と共にこの道を歩むんだ。君の愛が僕に与えるすべてを受け入れる。僕たちの愛はこの世界にはない特別なものだから。だからもっとして。僕の狂った愛を私に話して。わかった。そうだな。君はいつも言うんだ。二人だけの世界を作ろうって。そう。最初はね、その言葉がどういう意味かわからなかったんだ。でも今なら、すべてが理解できるような気がする。君の愛は、他の誰も理解できないほど深くて、強烈で、君が僕を好きで、僕も君が好き。ちょっと待って。ちょっと。今僕何か間違えた発言した？ああ、愛してるだったね。ごめんなさい。はい。続きだよね。君は誰よりも強い。でもその愛が時には痛みを伴うこともあるんだよね。君の指の圧が強く、僕の肌に跡を残すんだ。待って、今何も間違えてないよね。閉めたくなった？ちょっと待って。やめて。ねえ、これってさ、僕が君の世界に完全に染まるための訓練なの？いや、僕はね、その愛が怖くなる時があるんだ。君の手が僕に優しく触れる時もあれば、怒りや嫉妬で僕を痛めつける時もある。その時、僕の心は痛みとともに跳ねるんだ。でも、その度に、君は僕をさらに深く愛してくれる。つくづく思うよ。ずるいなーって。でもそこがいい。君、言ったよね。私たちの愛は、世界が理解できない独特なもの。君がそう言うたびに、僕は心のどこかで安堵するんだ。君という存在が、僕を完全に包み込んで、
他の誰も入れない世界を作ってくれるから。ありがとうね。でもね、時々その愛の証として君は僕に小さな傷を与えるんだ。ちょちょっと待って。この関係は正しいの？愛ってさ、こんなに苦しいの？君の愛が僕を縛り付けてさ、息できなくなるんだよ。でもさ、その縛りが僕に安心感を与えてるんだ。変だよね。苦しいのに安心するの。矛盾してるよね。君が僕をどこに連れて行くのかわからないんだけど、でも君と一緒ならどんな運命でも受け入れられる気がするんだ。君の愛は僕を変えた。痛みさえも愛おしいって感じるよ。だから僕は君と共にこの道を歩む。君の愛が僕に与えるすべてを受け入れるんだ。僕たちの愛はこの世界にはない特別なものだから。だからさ、もっとして。お疲れ様です。作水です。日々ヤンデレシチュエーションボイスを YouTube に投稿していまして、自分は最後にアフタートークとして作品への思いだったり、どういった感じに演じたよっていうのをお話ししているので、もしよければお聞きいただければなって思ってます。で、もしよかったらこの作品良かったよって思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、ご感想をお待ちしております。ということで今回も実写ヤンデレ破壊の誘惑、君からの暴力は僕を深く依存させる、闇に咲く束縛の花、受け声女性向けボイスということで、オリジナル作品としてやらさせていただきました。いかがだったでしょうか。なんか最近の自分のオリジナルの作品はどれもこれも女性が主導権を握っている作品になっていて、今回もそういった感じにしてみようって思って、で結構リスナーさんは自分の受け声、受け声っていうのを説明するのは難しいんだけど、みんなが心に秘めているド S な心をむき出しにしたくなるような声すごい難しい難しいんだけど、そういったのを今回はド S 心をくすぐるような作品にしてみました。この人をいじめたらどうなるんだろうかとか、そういったね、いじめるっていう発言はあまり良くないから、お互いの同意のもと成り立っている世界ではあるんだけど、そういった作品をちょっと届けてみたく、今回は君からの暴力は僕を深く依存させる、闇に咲く束縛の花ということで、話の流れとしては女の子が僕の狂った愛を聞きたいということで話を聞いているんだけど、女の子がその気に入らないところは暴力で正すような内容になっている。だから
男の子も自分の言葉をしっかり選びながら発言しないといけないし、でも自分本位じゃない発言をしたくないから、暴力覚悟で自分の思いを伝えているっていう作品になってます。正直作品の中でもあった通り、理解されない愛、作品の中じゃないけど、理解されないものって結構自分の中であると思うんだよね。お互いはいいかもしれないけど、客観的に見たらあまりよく思われないこと、ちょっと難しいんだけど、でも極論その犯罪とかじゃなければ、お互いそれで良ければいいのかなとも思ってたりもするんだよね。いやー、正直この発言はすごく難しいのはあるんだけど、周りに迷惑をかけなければ何でもいいかって言われたらあれかもしれないんだけど、お互いそれで良くて犯罪にならないのであれば、お互い幸せなのであればみたいなね感じかなって思う。でもこれをかなり言葉にするのはすごく難しくて、場合によってはすごく変な方向に間違えられて捉えられちゃう場合もあるから、すごい言葉にするのは難しい。日々非現実的でリアルな作品を届けたいとは言っているんだけど、そこのバランスを崩したらダメだなってのもやっぱり思うんだよね。非現実的な世界の中でもやっぱり倫理的な問題とかもあるし、やっぱりそこを欠落させるのは自分はあんまり好きじゃないかなって思ってる。だからまだド S、ド M とか俺様みたいなね、なかなか俺様みたいな人に会うことって難しいと思うんだけど、でもこういった世界では俺様とか、そういう俺についてこいよとか、そういうアニメで見るような、少女漫画で見るような世界を自分たちは演じることができる不思議な世界なんだけど、そこまでならいいんだけど、でもやっぱり人間の欲って本当に非現実的であればあるほどすごく魅力的に感じてしまうところもあって、そこのバランスってすごく自分は難しいなって思いながら日々こういった作品の活動をさせてもらってます。非現実的であればあるほど周りから評価されていく世界であると同時に、非現実的であればあるほど倫理観が欠如されていって、それが大きな声になっちゃう時があるっていうのを自分は日々気をつけながら皆様に作品を届けさせていただいておりますちょっとこんな話をするはずじゃなかったんだけどね。本当に最近はリスナーさんとお話しすることも多くなったし、Twitter とか X とかでね、 SNS ですごく嬉しい。誰かとつながってるとか、みんなとお話しするのはすごく自分的には楽しい中で、しっかりと何かそのルールというかちゃんとしたものを確立して、みんなとちゃんと真正面で関わんないとダメだなっていうのを感じながら日々幸せを感じさせてもらってます。この空気改めて思うのは、ヤンデレとかこういったことをしてるけど、よく言われるのは真面目だねと。真面目なんです。自分で真面目っていうのはあれかもしんないけど、
こうやって聞いてるヤンデレをやっているこの活動者は特に精神異常でやっているわけじゃなく、こういった非現実的な世界はすごく魅力的だと思うけど、やりすぎもダメだよねって思う中で何を届けられるか、そういったことを思いながら活動しているのが作水ですっていうのを知ってもらいたく、こういったお話をさせていただきましたまあなんかこういったお話をするっていうのも真面目なのかもしれないんだけどね。まあ皆さん理解していただいていると思うんだけど、でもなんだろうな、理解してくれてるから言葉にしないのは違うなと思うので、またこういった感じにお話しさせていただきました。最後の最後までご視聴いただきありがとうございます。もし応援とか、これからも期待してるねとか、今日良かったよって思っていただけるのであれば、チャンネル登録、高評価、ご感想をお待ちしております。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。今日も一日お疲れ様。今日、明日があなたにとって僕にとってもいい日になりますように。いっぱい込める今。いい日になりますように。日曜日だしね。いい日になりますように。では、また次の動画で。またね。